長谷川唯を警戒した方がいい。日本には本当にいい選手がいるし、南アフリカにとって大きなチャレンジになる。長谷川唯を抑えたとしても日本は強すぎる。日本はアジアカップを勝ったばかりだから気をつけないと。長谷川唯は警戒しないといけない。でも長谷川唯だけじゃない。こんにちは、葵です。こんにちは、きなです。今日は2026年6月6日に行われる国際親善試合、6月9日に行われるトレーニングマッチ、日本対南アフリカ戦を控えた南アフリカサポーターと話していくよ。アジアカップで盛り上がりを見せたなでしこジャパンが日本での試合だね。そうだね。でもトレーニングマッチと国際親善試合ってどういう意味？ここ私も毎回ちゃんと調べるけど、しっかりわかんないから説明できないんだけどさ、国際親善試合の方が気合入ってる試合ごまかしてる。しかも6月6日の試合はテレビでも放送されるよ。いいぞいいぞ。確かに国際親善試合は気合入ってる。この試合の招集選手はこんな感じだよ。私の好きなマイカちゃんが選ばれてるね。葵ちゃんが好きな田中美奈ちゃんも選ばれてる。初招集の伊藤樹里選手以外はみんな海外組だね。それはそれですごい。U20 からはさすがにまだ選ばれてないか。ワールドカップの後からに期待だね。南アフリカの選手はこんな感じだよ。これはさすがに私には誰もわからん。だから試合前に南アフリカサポーターが何て言ってるか聞くことで試合をもっと楽しむことができるんだよ。なるほど。だから日本の YouTube チャンネルで誰も取り扱わないであろうことをこのチャンネルではやっちゃうんだね。私も知っておくことで試合を楽しく見られるしね。じゃあ今回は南アフリカサポーターのレラトちゃんとリモートをつないでるよ。Hey Choma! Hey Choma! レラトちゃん、私南アフリカの女子サッカーほとんど知らないからいろいろ聞かせて。そうだよね。ちなみに FIFA ランキングは日本は5位だと思うけど、南アフリカは58位だよ。結構下なんだね。じゃあ南アフリカサポーターがこの親善試合を何て言ってるか聞かせて。シャープシャープ。南アフリカの女子代表ってどんな感じで盛り上がってるの？試合そのものより先にメンバー発表で結構ざわついてる感じだよ。メンバーでまず多かったのが、なんでこの選手がいないの？って反応。そういうのってどうしても出てくるよね。そうそう。ヒルダマガイアみたいな点をたくさん取る大事な選手が入ってないんだけど。怪我だよって言ってる人もいて、みんな理解してたよ。でも他にも呼ばれてない選手がいっぱいいるんだよね。じゃあメンバー発表に対しては不満なのかな？かなり不満寄りだね。ずっと同じメンバーじゃないって声が多い。新しい若い才能がいるのに、また同じ顔ぶれって感じで見てる人がいる。いい若い選手いたら呼んでほしい気持ちわかる。デジレ、エリス監督、もうやめてほしい。お気に入り選考っぽいって見てる人もいたね。まだ試合もしてないし親善試合だし落ち着いて。でも逆にこのメンバーが一番戦える選手たちだって擁護してる人もいたよ。賛否があるんだね。そう、経験と継続性に期待してる人もいるし、監督を評価してる人もいる。ただ全体で見ると、なんでこの選手呼ばないのって不満の方が目立つかな。他にはサンダウンズの選手が多い。10人もいる。またサンダウンズがみたいなこと言ってるね。サンダウンズってクラブが強いのかな？南アフリカのプロリーグで現在6年連続優勝してるみたい。もう圧倒的なクラブなんだね。逆に選ばれて喜ばれてる選手はいるのかな？いるよ。天ビクガトラナがいるなら嬉しい。クガトラナが戻ってきた。クガトラナがいれば大丈夫みたいなテンションの人が何人もいた。だから不満ばっかりじゃなくて、そこは明るい材料として受け止められてる。他にはリンダ・モトラロ、マジアを楽しみにしてる人もいたし、サルガードの復帰を楽しみにしてる人はいたよ。テンビクガトラナって選手は覚えておこう。この選手は今30歳で2018年のアフリカサッカー連盟女子年間最優秀選手に選ばれたこともあるみたいだね。南アフリカの選手についてはちょっと分かったけど、日本の選手については何か言ってるの？日本の選手はかなり警戒してるよ。南アフリカサポーターでも日本はかなり強いチームって見られてる。すごいぞなでしこジャパン。日本はすごく強い。しかもアジアカップを勝ったばかりだから気をつけないと。南アフリカの人たちも日本のことちゃんと知ってるんだ。知ってる人はかなり見てると思う。特に名前が出てたのが長谷川唯。バニャナバニャナは長谷川唯を警戒した方がいいって言ってる人がいた。バニャナバニャナ。南アフリカ女子代表の愛称だね。女の子たちって意味。バニャナバニャナって可愛い。長谷川選手うまいもんね。そうだね。でも面白いのは長谷川唯を止めれば大丈夫って感じじゃないところなんだよ。
まだまだ日本には上手い選手いるもんね。そうなんだよ。長谷川唯を抑えたとしても日本は強すぎる。一人だけ止めれば終わりってわけじゃない。って見られてる。そもそも抑えられるかな。そう。長谷川唯を止められるとは思わない。日本には本当にいい選手がいるし、南アフリカにとって大きなチャレンジになるって見てた。長谷川唯選手以外は言われてないの？他には宮澤ひなたと谷川桃子の名前も出てた。おー、宮澤ひなた選手。日本でも谷川桃子選手人気はすごいよね。宮澤ひなたはマンチェスターユナイテッド、谷川桃子はバイエルンだからね。日本には他にも海外選手いっぱいいるよ。長谷川唯は警戒しないといけない。でも長谷川唯だけじゃない。宮澤ひなたもいるし谷川桃子もいる。だから日本はかなり手強い。日本相手に簡単な試合になると思ってる人はいないよ。むしろ日本戦は大差でやられるんじゃないか。で見てる人が多い。大差ってどれくらいだろう。日本8対0、南アフリカ。日本6対0、南アフリカ。って言ってる人もいた。8対0って言い過ぎでしょ。6対0でもなかなかだね。そう。でもさ、10対0になる未来が見えるっていう人もいた。もうみんなかなり厳しい試合になるって思ってる。10対0はもう怖がりすぎじゃない？それくらい日本相手に不安を感じてるってことなんだよ。あと2試合合計で12対0にされるっていう予想もあったよ。女子サッカー特有の2試合だもんね。1試合だけじゃなくて2試合トータルでかなりやられるんじゃないかっていう不安だね。南アフリカサポーターめっちゃネガティブじゃん。うん。でもただネガティブなだけじゃなくてちゃんと応援してる声もある。どんな今回は結果は重要じゃない。学んでほしい。日本みたいな強い相手と戦うなら勝ち負けだけじゃなくてどれだけ学べるかが大事。本当に強化試合として見てる感じだね。厳しいことを言ってる人もいるけど、日本相手に頑張って私たちをしっかり代表して戦ってほしい。俺の大好きなチーム頑張ってくれ。バニャナバニャナのメンバーに幸運を。経験と継続性が光ってほしい。いけバニャナバニャナって人もいるよ。バニャナバニャナ。もししっかり戦えたらたとえ勝てなくても評価は変わるかもしれない。日本は強いけど南アフリカとしてはただ怖がるんじゃなくて学んで戦って国のためにプレーしてほしいって感じだね。南アフリカからはこんな感じだよ。レラトちゃんありがとう。バニャナバニャナとの試合楽しみだよ。青いひなハープシャープチョーマーハラピシャラピチョマ。なでしこジャパンって南アフリカと試合したことあるの？ JFA 公式の過去の対戦成績で見てみると、2012年ロンドンオリンピックのグループステージで0対0の引き分け、2019年国際親善試合で2対0で勝っていたよ。あまり試合してないんだね。最近の試合ももう7年も前だし。うん、そうだね。今回も勝っちゃえ。しかもテレビでやるなんてテンション上がっちゃうね。土曜日だしね。オーストラリアとかアメリカの女子サッカーってスタジアムお客さんたくさんいたけど、日本もたくさん入るといいんだけどな。そうだよね。でもあんなにたくさん入ってるの私は見たことないよ。日本強いのにね。そうなんだけどね。そういえばアメリカ遠征で監督代行だった加納道久監督が正式に日本の監督になったよ。コーチから監督代行でその後正式に監督になったんだね。そうだね。それと内田篤人さんがコーチになったよ。うっちーコーチだ。あとコーチングスタッフに女性を最低1人入れないといけないんだけど、金賀ゆかりコーチが入ったよ。そんなルールがあったんだ。あとはこのタイミングでゴールキーパーコーチも佐野智之コーチに変わったね。選手はあまり変わってないけどスタッフ陣は変わったんだね。そうみたい。とにかく6日が楽しみだよ。じゃあ今日は終わりだよ。ご視聴ありがとうございました。南アフリカにも勝つぞ。ご視聴ありがとうございました。